ではスタート。はい、皆さんこんにちはということで、今日は、お料理をねしていきます。今ちょっと三脚持ってくる、すごい位置に置いてるから。で今日はもう本当にやばいマジで時間ないわ。時間がないのでランチをサクッと作ってっていう感じで、本当はディナーで撮りたかったんだけど、ちょっとディナーの予定が全部入ってて自炊することがないので、ちょっとランチで急いでやっていきたいと思います。で今日はもうランチだし2品しか作りません。しかも2品といっても1つは切るだけのものなので参考になるかはあれなんだけど、取っていきます。はい、まず今パスタのお湯を沸かしてます。塩入れてお湯を沸かしていく。今日パスタを作っていくんだけど、トマトと大葉とにんにく1かけぐらいとしらすぐらい、レモン買い忘れたけど、まあいいや、もういいわっていう感じです。もうボウルにまずしらす入れていきます。しらす入れて、トマトを適当にダイス系に切っていって、今回冷製パスタを作るんだけど、これはアナノのママが教えてくれたレシピですっごく美味しくて、夏は結構そうめんとかにこれかけたりとか、この具材と茹でたそうめん持って皮いったりとかするぐらい味変にぴったり。めんつゆでさ、そうめんとか、まあネギとかもあるけどさよりもちょっとなんか和洋風みたいな感じになるので、すごく私は好きで、去年の夏とかに教えてもらったのかな、結構よく作ってる。でマジで時短なので、パスタを沸かす時間をちょっと待つぐらいの話で、私はもう3日後ぐらいからもう海外なので、もう作り置きとかもしてらんないからそうだから、なんでさこのトマト高かったのにぐちぐちなの。もっと張りがあるトマトだと思ってたんだけど、そうしらすの量とかその作りたい分量に量によってでいいんだけど、私このお湯を沸かすのを待つ時間って大嫌いなんだよね。なんでこんなにお湯って時間かかるんだ。トマト1個余っちゃった。もうこれは普通に塩で食べようかな。六助の塩使いはなんかトマト何でもうまくなるから。でみょうがはマジでお好み。私はみょうがが大好きなので入れます。もう大好き大好き大好きで、切り方も別に食べやすきゃ何でも OK だと思います。私はなんか円切りの半分ぐらいで切って、どうせばらけるから。みょうがは1本にしました。で大葉はこれ5枚入りなので5枚全部使います。で大葉入れて、お湯が沸騰したのでパスタ入れていきます。パスタはカッペリーニなんだけど、洗濯も終わった。もう超目分量。マイルズ食べる？1人なので結構多いな。でもお腹空いてるからこんくらいいっちゃう。もうちょっと食べれるってなって、いつもすんごい大盛りのパスタになるんです。はい、パスタ入れます。やべ、分数測ってない。 OK Google、 1分半でタイマーかけて。はい、バンのタイマー、時間は1分ですね。ではスタート。自分で30秒数えなきゃいけないじゃない。そしたらで、はい、ボウルにですねにんにくをすりおろしていきます。 OK Google、 タイマー止めて。じゃあパスタが茹で上がったので一旦冷ましていきます。冷製パスタですので。やべ、そしたらもうオリーブオイルと塩でパスタのソースは完成なので置いといて、マッシュルーム切っていきます。キノコ類ってさ洗わないって言うけどさ、
マッシュルームはなんかちょっと気になるので私洗ってます。これ私普通にさ夜とかさ1パック全部さ1人でパパパって食べちゃうぐらいね美味しいマッシュルームで、この茎の部分はマジでどっちでもいい、使っても使わなくても。一応取っとく。マッシュルームはただただ薄切りしてすごい量のマッシュルームになりました。夜ねビールのあてとかにねもういけるので、はいでボウルにもう保存容器に入れちゃいます。でじゃあ味付けはオリーブオイル。はい、まずオリーブオイルを適当にドバドバドバっと、多めの方が美味しいです。でこっちもオリーブオイル結構ドバドバです。でこっちお塩、味見ます。でこっちはこのハーブソルトをで味を入れる。で気持ちいいこの間エレボンで買ったハローエレボンで買ったお塩を、ほんとこれ結構味濃かったからほんとちょこっと、これローズマリーのお塩なんですが入れて、で混ぜます。このしらすの塩味もあるから、でもパスタのタレだからちょっと味は濃いめがいい。でパスタにのせた時に味見ながら調整でもいいから。でトマトはもう塩かけるだけなので、入れすぎたね。じゃあ本当だったらこれで食べるけど盛り付けるね。時間もないんだけど盛り付けるね。多かったなやっぱパスタ。こんなに食べれるけどさ、もちろんこんなに余裕のよっちゃんですが、時間がないんです。はい完成。はい本当はねこれ梅雨前ぐらいに教えてあげたかったんですが、いただきます。漢方飲み忘れた。あと10分で茹でなきゃ。このマッシュルームがさ簡単すぎてさ火も使わないしさ、本当に夜これでワインとかビールとか。トマトは切っただけ。これとかなんか六助の塩を食べるためにトマトが添えてあるみたいな感じよね。いただきます。塩足りなさそうだな。塩が足りないのでここにある六助をかける。ほんと初めてこれをアナのんちで食べた時にめっちゃ感動して、アナのママが作ってくれて、あの時は子供もいたからみょうがとか入ってなかったのかな。でこれをバケットとかにのせても美味しいの。みょうがは入れない方が美味しいけど、食パンだとぐちゅぐちゅしちゃうからバケットとかにのせて食べるのも具だけ余ったやつをねおすすめです。これリアルに 1.5 人前だなパスタ。カッペリーニの量じゃない。やっちまいました。今日も食べ過ぎてしまいます。今日は夜お寿司です。ニンニクがなかった時にチューブ使ったりしたんだけど、やっぱり本物のニンニクを使った方が絶対的に美味しい。私って本当に噛まないの気づいた？マジで男性よりも基本食べるの早くて、だから太ってんだと思うけど本当に良くないんだけど体に。お兄ちゃんがいたからなのかな。食べるのマジで早くて、これ YouTube 撮ってるから喋ってるけど、食べてる時とかって食べ物のこと以外何も考えてない、無心で食べちゃう。
マイルドに結構「あれさ落ち着いて」って言われる時ある。食べる量ももちろんみんな知ってるけどめっちゃ食べるじゃん。言ってだからマイルズ187センチで、私163センチ。食べる量変わんないし、最近は多分1日トータルで考えたら私の方が食べてるか。それって実際マジでやばいことだよね。大きさがさ全然違うのにさ、こんなにエネルギー私は必要ないはずじゃん。細い子たちって何食べてんだろう。でもみんな普通にご飯とかちょっと食べるじゃん。不思議。代謝の問題。けど代謝いいんだよな。あ、美味しいな。穴野もねすごく料理が上手で、よくマイルズがいない時は穴野ん家に行ってご飯食べさせてもらったりとか、まあ、Vlog とかでも出してたけど、子供たちいるからさ作ってることがまあほぼほぼだから、今日ご飯食べ行っていいみたいな感じでビール持って行ってとかしてます。まだ終わってないんだけどもう時間がやばいので、ごちそうさまでしたっていう体にしてビデオは終わりたいと思います。爆食いするからここから。というわけでですね、簡単なランチ、あったかいものゼロですけどね、体冷えちゃうの、動画を撮りました。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。